はい、今回も視聴者さんからのね、質問コーナーです。質問内容はこちら。バキンのサンプルゲーム、オーブストーリーズのような単性コマンド式 RPG を作っていく過程で、マップやイベント作成など必要性の高い機能の解説を交えたチュートリアルが見たいです。ということなんですが、聞いてみたところ、この質問をしてくれた方は RPG スクール MZ を半年ぐらい前から触っていて、村人と話してフラグを立てて奥のボスを倒したらクリアといったごく簡単な RPG だったら作れるぐらいのレベルということだったので、そのごく簡単な RPG をバキンだとどう作るのか、そして作るとどんな違いがあるのかを交えて解説していけたらいいなと思います。内容が内容なので結構長い動画になると思いますが、早速いってみましょう。はい、バキンを起動するとこんな画面になっています。これはトップメニューっていう画面で、プロジェクトファイルを開く前の画面になります。それではこの左側のメニューについて簡単に説明しておきたいと思います。新規作成は新規でプロジェクトファイルを作るときはここから開始します。これまでの履歴。新規作成で作ったプロジェクトファイルを後から開くときはこの履歴から開くことになります。ゲームギャラリー。公式が用意しているサンプルゲームであったり、Steam で買った DLC 素材などの中身を確認したい場合は、ここからプロジェクトファイルとして読み込むことができます。Steam ワークショップ。Steam にあるワークショップっていうね、有志の方々が作られたプラグインなどを入れると、ここに追加されます。ちょっとね、上級モードっていう感じですね。素材ショーケース。ここから有料素材のダウンロードページへ飛ぶことができます。環境設定。ここで重要なのは、このゲーム内フォントですね。ゲーム内で使用するフォントは、ここで決めることになります。プロジェクトファイル内では、フォントの変更ができないので、何のフォントを使うかっていうのは、ここで決めておく必要があります。ちなみに現在のバージョン 1.9 では複数のフォントを扱うことができないので、どうしても複数扱いたい場合はベースとなるフォントを一つ選んで、それ以外は画像素材として用意するなどの工夫が必要です。ただ今後のアップデートでおそらく複数フォントを選べるようになると思うので、あくまで現状のお話ですね。そして、ゲームファイル保存先。ここでどのディレクトリにプロジェクトファイルを保存するかが選べます。そしてあとは、ここですね、バージョン情報。現在使っているバキンのバージョンを確認することができます。そしてバキンを多重起動。これを押すと、押した瞬間にバキンが多重起動して、タスクバーにね、もう一つバキンが追加されるようになります。これ何に使うかっていうと、例えば、プロジェクトファイル A とプロジェクトファイル B を同時に開いて、B から A に一部のイベントの内容をコピーして持っていくといったことができるようになります。はい。というわけで、このトップメニューの解説は以上ですが、このトップメニュー、一度プロジェクトを開いてしまうと開けない仕様になっているので、例えば、プロジェクトファイルを開いた後で、さっきのね、フォントを変更したいってなった場合は、一度バキンを終了して、再度バキンを起動する必要があるので、注意してください。では、早速新規作成でゲームを作っていきましょう。ようこそバキンへということで、ここでいくつかのステップを踏むことで、作りたいゲームのひな形を作ることができます。次を押します。プロジェクトの基本ということで、ここでゲームタイトルやサブタイトル、制作者を書く項目があるんですけど、ここは後から変えられるので深く考えなくて大丈夫です。むしろ大事なのはここ。ゲームファイル保存先ですね。先ほど環境設定であった保存先と同じディレクトリがここに入っています。このディレクトリはゲームを作っていく上でとても重要なので、こんな感じにね、エクスプローラーのクイックアクセスなどにピン止めしておくといいと思います。さて、あとこれだけ設定項目が残っているんですけど、次へは進まずに、これ、最初データで編集を始めるを押していきます。すると、こんな確認が出てきます。システム上、最低限必要なデータのみでプロジェクトを作成します。ほぼ全てのデータをご自身で追加していってくださいということで、いろいろね、最初から入っていると、何がどの役割を果たしているのか混乱してしまうので、今回はほぼまっさらな状態でスタートしていこうと思います。次に自動マップを生成しますかって聞いてくるんですけど、これもしなくていいです。自動生成にすると地面が最初から隆起したマップになるんですが、ここに書いてある通り E を選ぶと平らな地形になるので、今回は E を選びます。はい、これが今作ったプロジェクトファイルの編集画面になります。今回解説を兼ねて短編の RPG を1本作ってみようと思うんですが、ゲームの流れはざっとこんな感じです。主人公のミオちゃんがママの手伝いをする。お小遣いをもらってアイテムを買う。パパの帰りが遅いので迎えに行く。魔物に襲われているパパを助けて、パパと一緒に家に帰って終わり。
といった内容です。これを実際にバキンで作っていく手順はこちら。まず最初にタイトル画面を作る。そしてマップを作って、キャスト、つまりキャラクターたちですね、を作る。で、次にアイテムを作って、最後にイベントを作って完成です。今回はこの5つのステップに分けて作っていこうと思います。ではタイトル画面を作っていこうと思うんですが、その前にこのね、プロジェクトファイルを作った直後のまっさらな状態でテストプレイしてみたいと思います。テストプレイはこの上のこの三角形ですね。で、ちなみにこの右側にね、3点リーダーがあって、これを押すとこんな感じでテストプレイにもね、何個も種類があることがわかります。で、この左のね、これをそのまま押すとこの通常実行が行われて、タイトルスキップはそのままタイトルをスキップして開始します。この外部プレイヤーっていうのが中央クリック、つまりホイールクリックのことなんですけど、このゲームを作り終えたら最終的に書き出すと思うんですけど、その作品を書き出した時と同じ環境でテストできます。なのでテストプレイの中でも一番効力が強いテストプレイというイメージですね。なんですけど、基本的にはこの通常実行でいいと思います。なのでそのままこのテストプレイを押していきましょう。はい、こんな感じのねウィンドウが開いたと思います。で、テストプレイなんですけど、このオプションでねいろいろと設定が変えれるんですけど、例えばこのウィンドウの大きさとかね、一番使うのがこのデバッグウィンドウですかね。 F5 を押すと出てくるんですけど、こんな感じでゲーム中のねいろんな数値の値をリアルタイムで監視することができます。あとよく使うのはこのコリジョン表示ですね。コリジョンっていうのは当たり判定のことで、キャラクターとか物体とか、地形もそうなんですけど、イベントとかね、いろんなものの当たり判定を可視化することができます。今ねここで新しい伝説、The New Legend って書いてますけど、これ何かっていうと、一番最初にねひな形を作るときに私が飛ばしたところなんですけど、あそこに書いてあった内容がここに反映されるようになっています。で、デフォルトの状態でこの始めから続きからコンフィグゲーム終わるっていうのがあるんですけど、まだセーブデータがないので続きからがグレーアウトしている状態です。で、何もねまだ作ってない状態なんですけど、もうデフォルトでこのコンフィグ画面とかね押すとコンフィグ設定が出てきたり、ゲーム終わるってすれば終わりますかって聞いてきたり、ここら辺のレイアウト情報は初めから用意されています。では初めから押してゲームをスタートしてみます。はい、今右下にロードが入って、真ん中にねマップ名みたいなものが、ふわっと出たと思います。そして今ここにはね何も映ってないただの草原が映っています。この草原っていうのはこの今ね後ろに映ってる草原ですね。で、今何も映ってないんですけど、この状態で、操作すると、歩くことができます。歩くことができるし、足音が鳴ります。メニューボタン、タブキーですかね、を押すとこんな感じでデフォルトのメニューが表示されます。と、現状ね何にもいじってない状態でここまでのものが作られています。では×を押して閉じます。はい、それでは早速タイトルをね作っていこうと思います。はい、ではね、このマスターメニューっていうところのゲーム定義をね開いてみます。ゲーム定義を開いたらプロジェクト設定を開きます。するとここにね先ほど見たタイトル情報が書いてあります。なのでここで名前を決めていきます。ミオの冒険とかにしておきましょうかね。じゃあサブタイトルはなくていいのでデリートで消しておきます。で、制作書も別にいらないので消しておきます。で、このプロジェクト設定っていうのは先ほどねテストプレイの種類でもちょっと触れたんですけど、最終的にゲームを書き出した時にどんなものになるかっていうのを決めることができます。例えばこのゲームのバージョンっていくつなのっていうのはここのバージョン設定で決めれます。この一番左の数値がメジャーナンバーで、真ん中がマイナーで、こちらがパッチとなります。で、ここのアイコンは何かっていうと、最終的に書き出した時にこのゲームがエクスプローラー上でどんなアイコンで表示されるのかっていうのを選ぶことができます。そして割と重要なのがここですね。実行時の解像度。デフォルトだと 1280×720 になっているので、先ほどねテストプレイした時にこのサイズで起動したわけですね。なので今時のゲームで言えば、このね 1920×1080 のフル HD にしてもいいと思いますけど、今回チュートリアルなんでこのままでいきます。ではこれで OK をして、次にレイアウトツールっていうものを選んでいきます。すると
先ほどはね新しい伝説だったと思うんですけど、タイトルを変えたのでここもミオの冒険に変わっています。そしてサブタイトルは削除したので透明になって何も映ってない状態ですね。でこのレイアウトツールっていう部分でゲーム内にあるほぼ全ての UI デザインを変えることができるんですけど、 UI を自分で新規で作る場合はレイアウトの追加かこれをコピーして増やすなどして、これちょっと分かりにくいんですけど、はい、これね、このデフォルトのレイアウトって赤い文字で書かれてるんですよ。でこの赤い文字で書かれてるものっていうのは絶対に削除もできないし編集もできないものになるので、これをいじるのではなくて今回はこれをコピーして貼り付けていきます。じゃあここ例えばミオとかにしときましょうかね。これ全く今同じものがコピーされてるんですけど、ここのチェックマーク、これをこっちに移動させることでこのゲームではこちらのタイトルアンダーバーミオっていうねレイアウトデザインを使ってねということになります。では試しにこのタイトルアンダーバーミオのこの背景を選んで色をね、じゃあこんなね黄緑色にしてみます。はい、これでテストプレイをしてみるとこんな感じで反映されたのが分かります。でレイアウトツール自体はものすごい細かいことがいっぱいできるので、この辺りはね別の動画をねいくつか上げているのでそちらを見てもらうとして、タイトル画面はこれで完成とします。マップは全部で3つ作ります。ミオの家と街とダンジョンの3つです。マップの作り方なんかはバキンの公式であるスマイルブームのねチャンネルにチュートリアルがあるので、この動画では作り込むことはしません。では早速このデフォルトで作られている草原マップをミオの家に変えていきます。このね右側のマップ設定からマップサイズをね小さくしましょう。8×6 ぐらいにして、でここすごい分かりにくいんですけど、ここにねテクスチャ設定とマップのサイズ変更適用っていうね、これボタンなんですけど、これを押さないと適用されません。はい、これでマップが縮まりましたよと。では次にこの地形タブを押して、じゃあこのね木の床でバケツで塗りつぶしますかね。多少は家っぽく見えるように。でこのツールが便利なんですけど、これを押して地形を選ぶと同じ地形がねこうやって選ばれます。この状態で壁をちょっとねプラスをして高くしていきますかね。はい、これでミオの家完成です。で次にマップリストを開いて、ちなみにねこのマップリストとかこの辺りがもしなくなってたらこの上のね表示の中から選ぶと出てくるので覚えておくといいと思います。じゃあ次は街を作りたいので追加で街を作ります。12×10 ぐらいにしておきましょうか。で高さを4ぐらいにして OK と。はい、じゃあ今回最小データのねプロジェクトで始めているので家のね 3D モデルそれ入っていないんですよ。なのでそちらを入れてみようと思います。リソースの中から 3D スタンプを選んで追加のこのねすぐ使えるっていう部分を選んでベーシックセットの、屋外の建物パーツとかですかね。このレンガの家 A を追加して終了と。OK。でこの状態で、この未分類っていうねフォルダの中にレンガの家があると思います。これをマップに置きます。次はダンジョンの入り口を作りたいので、またリソースの 3D スタンプの追加からベーシックセットでこれですね、ダンジョン入り口、これを選びます。追加して終了。はい、家の裏をちょっと上げて適当に隆起させてダンジョン入り口を配置します。では続いてダンジョンも作っていきましょう。同じようにマップリストから追加を選んで、ダンジョン 25×25 でいいかな。この左の XYZ を押すとその角度に応じたカメラに変わってくれるので便利です。こんな感じですね。ちなみにこの右側の真上からのカメラを押しても上からになってくれます。じゃあちょっとねこの分かれ道にウォーターのね水でも敷いておきますかね。で、マップ設定のレンダリングでダンジョン1とかをね選んでおきます。で
でちょっと暗すぎるんでライトをいくつか、こんな感じですかね。無駄に左が広いんでちょっと縮めましょうか。基本の、左側を削りたいので右を基準に変えて5マスぐらい削っていいですね。20にしてここのボタンを押します。さてこれで3つのマップが完成しましたと。ちょっと名前つけておきましょうかね。イオンの家、ダンジョンと。これでマップは完成です。バキンではスクールと違って味方も敵もどちらもキャストと呼びます。まずはデータベースを開いて主人公であるミオちゃんを作っていきます。このヒーローと書かれたものが主人公で、下にあるキャストが空のキャストですね。ではこのヒーローの名前をミオちゃんに書いていきます。そして移動用グラフィックを選びます。すぐ使えるのベーシックセットの 2D キャスト、サポートキャストの中から子供 B を選んで追加して終了。で次に、レイアウト表示用グラフィックで同じようにベーシックセットの 2D キャスト、サポートキャストの子供 B を選んで今度はスプライト用を選びます。そしてキャラクター013を選んで OK と。でこのステータスや成長具合っていうのはスクールと同じ感覚で設定できるんですが、バキン独自の変わった項目がこれ、キャスト管理の種別指定ってやつですね。これが味方敵両方なしっていうねものが選べるんですけど、この種別が違うもの同士が接触すると勝手にダメージを受けたりするんですね。これを知らないとイベントと接触しただけでプレイヤーが白く光ってゲームオーバーなんてことになります。でなんでこんなものがあるかっていうと、おそらくアクションゲームを作りやすくしている配慮かなと思うんですが、 RPG においてはあまり使わないので今回はなしにしておいてもいいと思います。またこのタブをね切り替えていろんな設定ができるんですけど、今回はスキルを使う予定がないので、ここでねバケツでスキルを消しておきます。ミオちゃんはこれで完成です。では次に敵を作ります。キャストを選んで凶暴なウサギとかにしておきましょうかね。移動用グラフィックを選んでベーシックセットの今度はモンスターキャストの中で、ラビットを選びます。種別をなしにして、これで味方と敵両方のキャストができました。このバキンのキャストってめちゃくちゃ優秀で、この味方敵に限らずいろんなイベントも登録することができます。例えばセーブポイントを作ろうとした場合、スクールだとセーブポイントの内容を書いたイベントスクリプトをコモンイベントに登録して各イベントの中にコモンイベントを追加といった作り方をするんですが、バキンの場合はセーブポイントっていうキャストを一つ作っておけば、あとはそれをワンクリックで配置するだけで済みます。というわけでセーブポイントを作ってみます。キャストの追加から、今度は 3D スタンプを選んで、ベーシックセットの、屋内遺跡の金の像、これを選んで追加します。で種別をなしにして、ここにキャストイベント設定っていうのがあるんですけど、ここで直接イベントの中身をかけてしまうんですね。スクールでいうとアクターそのものに独自のイベントを持たせられるっていうイメージです。これを押してスクールでもねおなじみのイベントの画面が出てきたと思うんですけど、でこれがトリガーですね。話しかけた時にステータスでパーティーを全回復して、で画面演出のセーブ画面を表示、こうすることで、この像を調べるとパーティーが全回復してセーブ画面が出るといったイベントキャストができました。で、今作ったキャストっていうのはどこにあるかっていうと、この死刑物体イベントっていう中のイベントタブの中の、先ほどからねずっと種別をなしにしてたので未分類のキャストの中にあります。あれ、ウサギが両方に入ってますね。ってことはウサギが両方になってますね。これもなしにしておいて、これでウサギもねこっちに入りましたね。で先ほども言いましたけど、ここで例えば金の像を選んでこうポチッと置いてやるだけで、これを調べるだけで全回復してセーブができてしまうというわけですね。なので例えばこの街の方にもね同じようにこうやってセーブポイントを作ることもできます。キャストに関しては以上です。では次にアイテムを作っていきます。データベースを開いて、最初のアイテムは、傷薬にしましょうかね。アイコンは、ベーシックセットの
アイコンの中にありますかね。これにしましょうか。で、ここに説明をかけます。このあたりはね、スクールと同じだと思います。消耗品ですよと。マップでも戦闘中でも使えますよと。で、アイテムの効果は、消費型ステータスのヒットポイントを回復。ここに30と入れて、これで完成ですね。で、2番目は、武器にしましょうかね。今度はウェポンのナイフっぽいのを選んで、果物ナイフと。で、武器ですよと。で、この辺りがスクールと違って分かりにくいんですけど、これらは一度消して、追加で、能力強化で攻撃力を変化と。で、攻撃力が30上がりますよ。で、さらに武器防具設定の行動時一歩前進するを選んで、歩行モーションを使うっていうのを選びます。で、最後にもう一度武器防具設定を選んで、クリティカル発生率を、例えば 20% にすると。こんな感じで一般的な武器の設定を作ることができました。では次にまた追加して、今度は鍵を作りますかね。鍵アイコンを選んで、扉の鍵と、山の扉を開ける鍵と説明を書いて、で、これは俗に言う重要アイテムなので、これで完成です。では最後に、もう一度アイテムを選んで、ぬいぐるみアイコンを選んで、羽耳のぬいぐるみっていうね、このゲームのオリジナルアイテムを作っていきます。子供たちに人気の羽耳のぬいぐるみと、価格を1万円とかにしておきますよと。はい、これでこのゲームに登場するアイテムは全て完成です。はい、ということでやっとイベント制作のね段階までやってきました。で、物語の一番最初から作っていこうと思うんですけど、マップのねミオの家に行った時に、最初ここねずっと S っていうアイコンがずっとぐるぐる回ってたと思うんですけど、これがスタート位置になります。キャストのヒーローをミオちゃんに変えたので、今ここが主人公のミオちゃんのアイコンになっているって感じです。スタート位置を変えたい場合は、スタート位置にしたい場所で右クリックして、ここをスタート地点にするを選びます。これでこの場所からねゲームがスタートするようになりました。では最初に、プロローグを作る前にマップ同士をねつないでいきたいと思います。イベントタブを選んで、場所移動とか簡単なものであればこの辺りにね最初からプリセットがあるといえばあるんですけど、基本的には自分でね作っていった方がどんどんね覚えることもできるし、自由にいろいろねカスタムできるので、私は基本的にこのカスタムイベントしか使っていません。で、カスタムイベントを選んだ状態でクリックすると、ここに先ほどと同じねイベントシートが開きます。で、今度のトリガーはプレイヤーから接触した時にして、プレイヤーを他の場所に移動を選びます。そして移動先を指定でマップを変更から街を選んで家の外を選びます。で OK ですね。で、このまま OK をすると、この左側にね当たった時は移動できるんですけど、こっちに当たった時は移動しないので、昔のスクールだとねイベントを横に2個並べたりっていうのをやったんですけど、バキの優秀なところはこの中身のこれ衝突判定をカスタムっていうのがあるんですけど、これにチェックを入れて衝突範囲を幅を2マスに拡張します。するとこんな感じに白い枠が出てね、この範囲に当たり判定がありますよというのが分かります。で、これは先ほどテストプレイの時にも紹介したコリジョンと呼ばれるものです。なのでこの右下のねこのコリジョンアイコンを押すと、この表示をオンオフすることができます。で、2マスになったのでこれを移動してこうすることで1つのイベントで当たり判定を拡張することができました。ちょっと出口のタイル変えておきますか。では次に街の方へ移ります。はい、するとここにね見慣れないものが出てると思います。この緑色のねアイコンですね。これ何かっていうと、先ほどプレイヤーのね場所移動を作ったんですけど、そこで移動先をね指定したと思うんですが、それがここですよっていうアイコンになります。で、これが優秀なところが、これをね移動させることができるんですね。なので例えば先ほど作ったイベントの中に入らなくても移動先を自由に変えることができるっていうことです。なのでもし、家から出た時にこういう段差のある場所、高さのある場所に移動させたいっていう場合には、移動先を選んだ後でこうやってこの緑色のアイコンを移動させてやることで実現することができます。では同じようにして家の中と、ダンジョンの中もね
移動イベントを作っていこうと思います。例えばですね、こんな感じでこの家の真ん中に置けないっていう時も、ここのね数値を変えて設定してもいいんですけど、これで一度 OK をした後でマップを移動して、この緑のアイコンを真ん中にしてやるだけで完成というわけですね。ではこれをコピーしてこちらに貼って設置して移動先を変えていきます。ここも同じですね。はい、こんな感じで全てのマップをつなげることができました。ではこの時点で一度テストプレイをしてみたいと思います。はい、ミオの家から始まってイベントに触れると外に出てまた中に入れると。で先ほど作ったキャストですね、これを調べると内部処理的にはヒットポイントが全回復してセーブ画面が出ましたと。そして洞窟に入るとダンジョンの中に来て、こちらに置いたイベントも同じキャストなので調べると同じものが実行されますと。はい、こんな感じですね。はい、ではね、今度はプロローグを作っていこうと思います。まずはみおちゃんのパパとママを作ります。カスタムイベントでこの灰色の画面をクリックすると画像を選べるので、2D スタンプのベーシックセット、2D キャストのサポートキャスト。じゃあこの村人 C と D をパパとママにしますかね。でこれでパパができてコピーしてこちらを、ママにします。で物語の始まりはみおちゃんとパパが会話しているところから始めようと思うので、パパを隣に置いて、ママはこっちにしましょうかね。ではこの2人を左を向かせて、基本的に作り方は作ると同じなんですけど、この2人のね中にイベントを書いていってもいいんですが、プロローグはプロローグで透明のねイベントを用意しておこうと思います。この部屋の隅にねトリガーを自動的に1回だけ実行にします。ちょっと見にくいんでこの壁は下げておきましょうかね。で会話イベントを作ります。でバキンって会話の種類がめちゃくちゃ多いんですよ。会話、メッセージ、テロップっていうね3つ分かれてるんですけど、今回はこの一番上のね会話を表示を使っていきます。パパのセリフを書いて、表示するキャスト1に 2D キャストの会話用を選んで、サポートキャストの子供ビューからキャラクター13を選びます。で今ねみおちゃん左側にいたんですけど左向いてるので左右反転で右にしておきます。表示するキャスト2の方にパパのグラフィックを追加します。でかいなパパ。こちらは左右反転は切っておきましょうかね。で喋るのはキャスト2の方なので、こちらのラジオボタンにチェックを入れて、ここで一回ね決定キーを挟みたいので入力補助から入力待ちをね一回入れておきます。はい、これで一回テストプレイしてみましょう。おはようサラ。サラって誰だよ。最初サラって名前で考えてたからサラのままでしたね。ミオですよと。はい、これで、おはようミオのタイミングで一度開ページマークが出て決定キーを押すと次を喋ると。で、パパの方が喋るようになっているので今口パクしてましたね。では次に、選択肢を入れていきます。うんと嫌だにして、はい、ざっくりこんな感じですかね。ちょっとやってみましょう。ママの言うことちゃんと聞くんだよと。でうんと言うとそれじゃ言ってくるからね。いいですね。嫌だと言うといいですね。じゃあ嫌だを選んだ場合も同じようにコピーして、じゃあみおちゃんにも喋らせましょうか。言ってらっしゃいと。でキャスト1に喋らせるにして、せっかくなんでハッピーとかにしますか。今ハッピー要素あったか。私もねこれを使ったことがないんで表情とかよく分かってないんですけど、ちょっと表情を確認してみましょう。リソースの 2D スタンプの
スプライトですね。ここの子供の中に表情がありますね。ハッピーって何？うわ、眉毛が上に上がってるだけだった。それは確かに分かんないわ。なるほど。これはノーマルでいいね。じゃあパパの方変えようか。なるほどね。ちょっと怒りすぎだよな、これね。これいいですね。しかめっ面。こっちにしとこうか。じゃあ、いってらっしゃいは別に普通でよくて。で、嫌だと言った時に変えましょうかね。これでどうでしょう。いいですね。で、よく見たらみおちゃんずっと前向いてるんで、最初に右を向かせましょうかね。じゃあちょっとこのイベントに名前つけておきましょうかね。はい。で、会話が終わったら、パパを下に歩かせたいと思います。イベントを操作対象にするを選んで、パパを選んで、イベントを歩かせるで、下に向かって、3歩ぐらい歩きながらフェードアウトさせるっていう感じにしましょう。画面演出の画面を暗くするにして 0.5 秒かけて暗くします。そしてここで、スイッチの通常タブのスイッチを追加してプロローグ終了っていうスイッチを追加して OK します。でこれがオンにすると。で今度は画面を明るくして元に戻します。そしたら、イベントシートを追加してイベント2のシート条件にスイッチがオンになっているときは何も起きないようにしてこれで完成ですね。でパパは仕事に行ったのでシートを追加してスイッチがオンの時グラフィックを透明にしておきます。これで一回テストしてみましょう。今右向きましたね。じゃあ行ってくるからねって言って行ってらっしゃいで下に歩いて、なんか思ったより歩くの早かったけど動きは合ってますね。でパパの歩く速度が異常に速かったので、移動スピードは、遅いぐらいにしておきますか。これでどんなもんですか？まだ速いな。すごく遅い。これなんか待ってるな。歩くのが待っちゃっているので、じゃあ、暗転を先に持ってきましょうかね。暗転を先に持ってきて、でここで完了するまで待つをオフにして、で歩かせてここら辺でウェイトを挟みましょうか。制御から指定した時間待つで1秒ほど待ってスイッチをオンにして明るくすると。これでどうですかね。これ2マスでいいな。2マスにしてかつこれも 0.5 でいいですね。こんなもんでしょう。さて次はお手伝いイベントを作ろうと思います。内容は外の井戸から水を運んできて家の中の壺に入れるみたいな、そんな感じのイベントにしようかなと思うんですけど、これは何のチュートリアルかといえば変数の使い方ですね。では早速作っていきます。まずはママに会話をさせたいんですけど、せっかくなので今度はメッセージを表示を使ってみましょうかね。メッセージを書いて、じゃあ吹き出しを使ってみます。でこのイベントから吹き出しが出るようにして2つ目の吹き出しも作ります。ここからですね。こんな感じで吹き出しメッセージもバキンだと簡単に作ることができます。さてそこの壺って言ってるんで壺を置きましょうかね。壺をここに置きます。外に井戸も置きましょう。ちょうどこのイベントテンプレートに井戸と壺両方あってよかったですね。で今置いたこの壺と井戸っていうのはイベントではなくてこの物体のねタブの中から置いたので、これってただのオブジェクトなんですよ。ここを見てもね分かるように物体って書いてます。つまりイベントではないってことですね。でこの物体をダブルクリックするとこんな感じでカスタムイベントっていうのが出てきて、これを OK するとイベント化することができます。では井戸を調べると水を汲めるようにしていきます。メッセージを表示で今度は下にしましょうかね。水を汲みますかと。で選択肢を出して、今度は中央に水を汲んだと出しますかね。ここで水を汲んだっていうねスイッチをオンにします。追加で水を汲んでいるをオンにして
でオンの時は水がもう汲めないようにします。水を運びに行こうと出るようにします。そして今度は家の中に入って壺をダブルクリックしてイベント化します。水を入れますかと出して選択してはいを選んだ時に壺に水が入るようにするんですが、このイベントでは壺の中に3回水を入れると水がいっぱいになるっていうイベントにしたいので、スイッチではなく変数を使っていきます。で変数はこの変数ボックスの中のね、変数ボックスへの代入と計算っていうのを選ぶとここでね選ぶことができるんですけど、これがねスクールと違うところで、スクールってスイッチと変数が全然違うものに独立してるんですけど、バキンでは同じものとして存在しています。でこれどっちが正しいとかではないんですけど、そもそもスイッチっていうのがオンとオフっていうね使い方をして分かりやすいんですけど、あの中で動いてるのって結局は変数と一緒なんですよね。スイッチがオフだったら変数の値が0で、スイッチがオンになるとその変数の値に1が入るっていうそれだけの話なので、中身は同じです。なんですけどこのバキンでもねスクールと同じようにスイッチと変数っていうのがそれぞれ別のイベントコマンドとして存在しているので、ちょっと混乱するかもしれませんけどやってることは同じです。で今回は追加で水を入れた回数にしておいて、これに1を足します。で1を足してかつここでスイッチを、水を汲んでいるをオフにします。シートを増やしてここの変数ボックス、水を入れた回数が3と等しい時にイベントを変えます。はい、こんな感じですかね。そしたら、今度はママの方のイベントをいじります。2ページ目を作ってシート条件に変数ボックスの水を入れた回数が3と等しかったら自動で1回だけ始まるようにします。水汲みご苦労様という前にプレイヤーの方をね1回向こうと思います。イベントの向きを変更で、プレイヤーの方を向くにチェックを入れて OK します。あとこれ忘れてましたね。水を入れる前にここの条件がそもそも水を汲んでいるがオンの時じゃないと反応しないようにします。で水を汲んでない時のイベントも作っておかなきゃいけないですね。1個追加してこれを上に持ってきて、でこれで OK ですね。何もない時は特に何の反応もなしと。これで OK ですね。まずここまでやってみましょうかね。で、今は何もしてないので壺を調べても何も起きませんと。お、パパがいますね。パパが透明になったパパがいますね。邪魔ですね。プレイヤーとぶつかるをオフにしてこれでいいかな。あ、井戸がこっち向きましたね。井戸が意思を持ってこっち向きましたね。井戸がこっち向いちゃうので、向きの制御でこれを固定にしておきます。ここですね。固定と。これで OK。ゲーム制作なんてこんなもんの繰り返しですよ。で、水を汲みますかと。で、はいを押すと水を汲んだって出て、今ね、水を汲んだっていうスイッチがオンになっています。で、これを調べると水を入れますかと出て、はい、これで壺に入れたと。もう水を持っていないので調べても何も起こらなくて、再び調べに行くと水をまた汲めると。で、汲んだ状態で井戸を調べると水を運びに行こうとちゃんと出てますね。で、これが2回目ですよと。で、次が3回目。で、入れるとママがこっちを向いてご苦労様と言ってくれるとこまでイベントができました。これあれかな、私が気づいてないだけでこれ多分壺もこっち向いてるんだろうな。ちょっと固定しておきましょう、ここね。あとあれですね、そもそもママにお願いされてないと井戸を調べられないっていうね、スイッチもいりますね。なんでここで追加でママに水汲みを頼まれるっていうスイッチをオンにして、でオンの時にようやくこれが反応すると。で同じように
頼まれてない時はそもそも何も反応しないと。じゃあ、このイベント続きを作っていきましょう。これはお小遣いよと。じゃあせっかくなので、今回はテロップを使ってみましょうかね。100ゴールドもらったって言って、黒にチェックを入れてみましょう。で、ステータスのお金を増やすで100プラスにしますと。で、ここでイベントが終わったスイッチをまたオンにします。お手伝い終わりをオンにして、この1ページ目をコピーして3ページ目に持っていって、ここの条件を手伝いが終わった時にしますと。で、この状態でママに話しかけると、外で遊んできてもいいわよという感じにして、一旦ここまでですかね。ママに話しかける前に外に出て移動を調べても何も反応しなくて、話しかけると井戸で組めるようになります。で、ご苦労様と言ってお小遣いで100円をもらいますと。で、話しかけると外で遊んできてもいいよと言われて、ステータスを見ると100円増えてますね。で、この状態で壺を調べても、そうですね、壺は水いっぱいだって出てますね。はい、OK でしょう。顧問イベントのね、説明をしたいと思います。顧問イベントっていうのはここにあるものなんですけど、顧問っていうのはね、共通って意味なんで、個々に存在しているイベントとは別に、このゲーム全てに共通しているイベントっていうイメージです。じゃあどんな時に使うかっていう話なんですけど、何度も何度も繰り返し使うような処理っていうのは顧問イベントに登録しておくと便利ですね。例えば外に出るときにこのイベントに当たったら瞬時にパッと外にね移動してると思うんですけど、これもっと滑らかな感じに歩きながら画面を暗くして場面遷移するみたいな処理をしたいなって思ったときに、このイベントの中に今言ったような歩いて暗くしてみたいな処理を全ての移動イベントに書くのはめんどくさいですよね。そういう時にこういう顧問イベントとして一つ登録しておくと便利っていう感じです。試しにやってみます。共通イベントで追加してカスタムイベントを作ります。これが顧問イベントの専用のエディット画面なんですけど、顧問イベントはね、普通のイベントと違って開始条件がこんな感じのものが用意されています。今回は場面遷移するイベントからこの顧問イベントを呼び出す形で実行するので、開始条件はなくて大丈夫です。ここにね、他のイベントから実行って書いてますね。で、各処理としては、こんな感じですかね。画面の色を 0.5 秒かけて暗くして、完了するまでまずはチェックを外しておくと。で、プレイヤーの移動スピードを、すごく遅いにしてゆっくりと下に歩いていって向いてる方向に、0.8 マスほど進んでいくと。で、これを場所移動のフェードアウトとして登録します。で、今度はこの場所移動するイベントの中でプレイヤーとぶつかるはこれオフにした方がいいですね。ここの接触判定っていうのもバキンの中で相当ややこしい部分なので、自分で何が正解なのかっていうのを確かめた方がいいとは思うんですが、これね、プレイヤーとぶつかるをオフにしたらプレイヤーから接触した時がトリガーなのにぶつからなくなっちゃうじゃんって思うじゃないですか。私もそう思ってたんですけど、これね、プレイヤーとぶつかるにオンをしておくと、この衝突判定っていうところに判定が加わってある種透明の壁みたいになってるんですね。ここはぶつかってほしくないんですね。なのでオフにしておきます。ここで顧問イベントを呼び出します。制御の共通イベントを呼び出し、場所移動フェードアウトを実行します。で、実行先のイベントが終了するまで待つにチェックを入れて OK と。で、このままだと画面が暗くなって、なおかつ主人公の移動スピードが遅いままなので、それを元に戻す処理を加えます。顧問イベントのこれをコピーして貼り付けて、今度はフェードインにします。で、中身の、プレイヤーは歩かなくていいのでこれは消して順番を変えて、最初にプレイヤーのスピードを通常に戻してから画面の色を 0.5 秒かけて明るくすると。これで OK ですね。で、同じようにこのプレイヤーの移動を2つの顧問イベントで挟む感じですね。このフェードインの方は実行先のイベントが終了するまで待っちゃうとこうスムーズに移動ができないので、こちらを外しておきます。ではこれでテストプレイしてみましょう。はい、では早速外に出てみようと思います。はい、こんな感じでね、かなりスムーズに場所移動ができるようになりました。で、家に入るときにはその処理を加えていないので、
はい、こんな感じでね瞬間移動するんですけど、ということでこの処理を向こうにも持っていきます。2つのコモンイベントで挟みます。こちらもですね。はい、 OK でしょう。こうやって全てのね場所移動のイベントにこのフェードインとアウトをね入れておくと、今後ゲームを作っていって、もしマップの切り替え時にあのスイッチだけオフにしたいんだけどなみたいなことが出てきた時に、コモンイベントの方で1行ねそのスイッチをオフにするって書いてあげるだけで、全ての場所移動でそれがね実行されるようになるので、よく使うイベント処理っていうのはコモンイベント化しておくことをお勧めします。コモンイベントっていうのはスクールシリーズでもおなじみのものなんですけど、このバキンにはもう一つねコモンイベントに似たすごく優秀なものがあるので、そちらをご紹介します。何かっていうと、この各イベントの中に入った時に、ここねイベントシート今3つほど作ってますけど、このねプラスマークでイベントシートって増えるんですが、この右側にね棒がついたねプラスがあると思うんですけど、これ書いてある通り並列動作するイベントシートを追加するんですよ。これが本当に便利で、これ試しに押してみると、はい、こんな感じにね P って書いた、正式名称知らないんですけど、私は P シートって呼んでるんですが、この P シートの中に書いたものっていうのは、このイベントの、どのシートとか関係なしに常に動き続けている処理になります。なのでこれねスクールシリーズを触ったことがある人ならって思ったかもしれないんですけど、このねイベントの中に移動ルートの指定みたいなものがねないんですよ。だから右に3マス行って上に2マス歩くみたいな、そういう移動ルートって設定できなくないって思ってたんですけど、そんなものがなくてもこの P シートさえあればもう動きたい放題ですね。で P シートの、トリガーっていうのは通常のトリガーとは異なってこんな感じになってます。で今回はこの一番上のね自動的に開始して並列して繰り返し実行っていうものを選んで、試しに歩かせてみましょうかね。イベントを歩かせるで、こっちも1マスにして、でさらには、オープニング中は歩いてほしくないので、これあれですね、ここのシート条件に、プロローグ終了がオンになっている時にだけこの P シートを発動してねという感じにしておきましょう。で、ここの歩くスピードが通常になっているので、これを遅いぐらいにしておきましょうかね。これで全部遅いですね。いいですね。ちょっと壺の方に行くと邪魔なので逆にしましょう。左に行って、右に戻るにしましょうかね。これで当たり障りない感じなんじゃないでしょうか。あとはちょっと遅いじゃなくてもっと一番遅いのでいいですね、やっぱり。いいですね。よくある村人みたいな動きになりました。こんな感じで常に並列移動しているので、他のシートのイベント中でもそのシートはね P シートはずっと動いているので、イベントに追従して吹き出しもついていくような処理になっています。さてでは次に、お店を作りたいと思います。街に行って、この辺りにね行商人でも作ろうと思います。イベントのカスタムイベントで、ここにじゃあ今度はベーシックセットの 2D キャストのサポートキャストから小に B あたりにしましょうかね。こいつ向きを上向きにして、話しかけた時に、ショップを出すようにします。ショップは条件判断ですね。お店の表示と結果の確認、これを押して販売するアイテムを登録で、追加で傷薬と果物ナイフと羽耳のぬいぐるみを追加します。じゃあ最初に会話のメッセージで、このイベントをいらっしゃいとお店が始まると。でここで、買い物しなかった時に、みおちゃんにプレイヤーですね、プレイヤーにぬいぐるみ欲しいなって言わせておきます。で OK で、これでテストしてみましょう。でいらっしゃいと言って、買う売ると。で買うと見た時にね、これね、うさぎのぬいぐるみなんですけど、アイコンがねクマしかなかったんでクマになってますが、羽耳のねぬいぐるみが1万円でとても高いと。でとてもじゃないけど買えないなっていうのを見て、この後で諦めてやめるってやると、可愛いな欲しいなってみおちゃんが言うようになってます。いいですね。今ちょっと
バグに気づいたんですけど、今バグに気づいたって言ってバグ2個目見つけましたね。ですね、まず1つ目のバグは、チュートリアルでバグ修正をやると思わなかったな。フェードインとアウトのコムイベントを作ったんですけど、0.8 マス歩かせてるんですよ。で、なんで 0.8 なのかっていうと、このマスからプレイヤーのコリジョンがここに当たった時に1マス歩かせちゃうと、なんか微妙にずれて1マス歩けないっていう判定になってたんで、0.8 にしたんですけど、普通にね歩いて接触すると 0.8 で良かったんですが、ダッシュしてここに突っ込むと暗転したまま暗転が解けないっていうね、さっきバグがあったんで、どうしようかな。移動できなかった場合は中段にチェック入れればいいかな。多分これでいいんじゃないかなと思います。そして2つ目のバグが、この街の中から入るとき、ここでこれを入れちゃうとそもそも前に歩かないので、これじゃダメですね。なので、これはね、歩かない扉みたいなやつはそれ専用のコモイベントを作ってあげてもいいんですけど、今回はチュートリアルなんで暗くするだけでいいですね。暗くして 0.5 秒だから、完了するまで待った方がいいかな。で、あと扉を調べたら移動するにしておきましょうか。これも多分ダメだよな。これ多分ね、当たり判定がね、多分ね壁になってると思うんですけど、当たり判定 3D モデルの当たり判定を見るのはここですね。違う、ちゃんと通れるようになってる。通れるな。開いてるけどここに穴を開けれてるわけじゃないので、これなかなか難しいですね。ここを例えばこうね、高さを減らして歩けるようにすればおそらく大丈夫なんですけど、そうするとここがねつなげないと。で、バキンのマップって現状だとこの空中にね地形を置くみたいなことができないんですよ。必ず下から伸びるしかないんですね。なので、もしここに同じ地形を置いて、下だけくり抜くみたいな地形を作りたい場合はちょっと工夫が必要ですね。例えばこう3つ選んで右クリックからモデル出力をして3D モデルを書き出してここに置くとかね、いるんですけど、あとはごまかしこの上にね岩みたいな 3D モデルを配置して、見た目をねそれっぽくするみたいなことはねできるかなと思いますが、今回はチュートリアルなんで、こんな感じでいこうと思います。これで多分一通り移動は大丈夫じゃないかなと思うんですが、一応チェックダッシュしていいですね。でこれは調べないと入れませんよと。いいですね。そしてここもダッシュで忘れてましたね。こことこれを消しとかなくちゃいけないですね。こちらもこれをオフにしとかなくちゃいけないですよと。これでいいですね。バグ取り終了です。はい、では次にお迎えイベントを作ろうと思います。この商人に話しかけて、この可愛いなっていうのが出たところでスイッチを一つねオンにします。ぬいぐるみを見るにしましょうかね。でこれをオンにして、でオンになった状態で、母親の元に行くとママのイベントをコピーしてシートを増やして、ぬいぐるみを見るがオンになっている時にお昼寝でもしたらどうだいと言ってきますよと。体の中から、ベッドがあるので、ベッドを置きます。でベッドをイベント化して、で最初のうちはまだ眠くないにしておきましょうか。でシート2でイベントスイッチのぬいぐるみを見るがオンの時に調べると、寝ますかとかお昼寝しますかって聞かれて選択肢を用意します。ではいを選ぶと、暗転して、フラグをオンにして 0.5 秒ぐらい待って画面を明るくしますよと。そして1ページ目をコピーして、ここにお昼寝ベッドで休むがオンになった時に今起きたばかりだと言わせると。こんなもんですかね。でこれ今思ったんだけど、
マップ設定のレンダリングで昼屋内にしておきましょうかね。これでいいですね。でコモイベントで、共通イベントの追加でカスタムイベントを追加して、画面演出のレンダリング設定の変更で夜を選び、で、この開始条件をベッドで休むがオンになっている時に夜にするにしておきます。で OK にして、コモイベントの名前は夜になるにしておいて、そしてこのマップ設定の基本設定の中のここですね、マップ表示前に呼び出すイベントの中にこの夜になるを指定しておきます。これでおそらく、寝ると夜になるはずなんですけど、もうちょっとだけ、家の中のイベントを加えておきましょうかね。ここで明るくなった時に1秒ぐらいかけてイベントを操作対象にするで、ママにして、ママのイベントの向きを変更して、プレイヤーの方を向かせてメッセージで、ママの上に、これあれかな、このイベントにしてもベッドじゃなくてこの操作対象ママにしてるからママになるのかな。やってみようか。見よったらもう夜よと、よほど疲れてたのかしらって言わせて、これいらないな。よし、ここで、0.5 秒待たせて、会話の感情マークを表示で、3点リーダーを出しましょうかね。これを追加して点々点を出して、そういえばパパ遅いわねと、ミを迎えに行ってくれると言って、ここで、イベントが終わりかな。ここまで見てみましょうかね。レンダリング設定変えたからすごいピンボケしてる。またベッドがこっち向いてえらいことになりましたね。積んだ。毎回忘れるなこれ。ベッドの向きは固定ですよと。これレンダリングあれだな、ちょっとピンボケしてたんで、こちらをコピーしてペーストして、これですね、被写界深度の値を先ほど大丈夫だった昼と同じ値にしましょうかね。10と30か、10と30と、OK ですね。ママに話すとお昼寝してくれと。でベッドを調べると5時がありますね。はい、ずっと動いてるね。止めたいね。これが PC との力ですよと、いったところで、これでもうフラグが立っているので、ベッドは調べれなくて、夜になりましたね。なんで今気になるのは、ママが動きすぎなのと、町のこの商人が、今はねテストプレイ中だからいいんですけど、そもそもお手伝いが終わった後じゃないと出現しないようにした方がいいですね。でママが動きすぎなので、イベント中っていうものを追加して、イベント中が、オフになっているにして、それぞれの会話の前と後ろにオンオフを入れて、これでどうだ。で、ここで5時があっててかあれですね、やっぱりここら辺の感情マークとかは全部ここでママを対象したのでママベースになってましたね。じゃあここで、イベント中にしましょう。イベント中をオンにここでして、ここでオフにしますと。いいですね。喋ってる時だけ止まるようになりましたと。 OK でしょう。で最初は行商人がいませんよと。いいですね。あと毎回ミオの家ってど真ん中に出るのがうっとうしいので、ここの表示はオフにしておきましょうか。であと街っていうのもなんか寂しい気がしてきたんで始まりの街ぐらいにしてきますか。あと最初はあれですね、炭鉱にも行けないようにした方がいいですね。ここが、コピーしてイベントスイッチのベッドで休むがオンの時に通れるようになりますよと。でオンじゃない時は、プレイヤーの移動で、プレイヤーの歩かせるで後ろに向かっ
して一歩歩いて、パパのお仕事邪魔して悪いよねと、こんなもんかな。いいですね。次は、ダンジョンの中を作っていきます。ここにね扉を作りますかね。ここで、物体の鉄の扉をドンと、ちょっと暗くて分かりにくいんで明かりを置いておきますか。ちなみにこのライトっていうのは、このね全体に照らすライトとスポットライトの2種類がありますよと。でさらにこの配置リストの中からこのね明かりの強度っていうのは一応変えることができます。0.5 とか。はい。この鉄の扉って開くのかな。開きそうだな。カスタムイベントモーション、開きますね。オープン、開くね。仕事場なんでね、ここね。机を置いてこのキラキラを置きましょうかね。じゃあバイオハザード的な、こんな感じですかね。でこのキラキラをイベント化して、で、話しかけた時に扉の鍵を見つけたりしましょう。ステータスのアイテムを増やすで扉の鍵を選んで増やすと。ここで、スクールだとセルフスイッチっていうものをね使ってこのイベントの中でしか使えないスイッチっていうのを使うことで、スイッチの数を節約するみたいな、ことがあったと思うんですけど、バキンでセルフスイッチはどうなってるかっていうと、スイッチのイベントスイッチを押すんですけど、こっちですね。このローカルのタブで作ったものは全てセルフスイッチ、セルフ変数になります。なのでこのキラキラのねイベントの中でしか意味を持たないものになるんですけど、スクールだとねセルフスイッチって A から D の4つしかなかったんですけど、バキンだとこのローカルスイッチ変数は、ほぼ無限に増やすことができるので、とても便利です。鍵を入手をオンにして、これですね、ローカルなんで L がついてます。これをオンにしてローカルスイッチの鍵を入手がオンの時なしにすると。で、ここのイベントで、鍵がかかっていると。なぜ奥に親父がいるのに鍵がかかっているのかっていうね、感じなんですけど、鍵をかけといてシートを増やして、でここの条件でアイテム扉の鍵を1つ以上持っているとき、鍵を開けたと出て、このイベントのモーション変更で 3D サムか、イベントテンプレートの鉄の扉を選んでオープンにしますと。これ通れるのかな。なんかちょっと狭くないなんか怪しいな。まあいいか。オープンにして、じゃあここもねセルフスイッチを使っておきますかね。イベントのスイッチで、ローカルを選びます。はい、こんな感じで先ほど鍵の方でローカルスイッチって増やしたんですけど、こっちはね鍵じゃないのでもう全然まっさらですよと。はい、でここでも、扉を開けるをオンにして、でここは、キープオープンにしておきましょうかね。キープオープンにしておくとずっと開けっぱなしですよと。でここの条件がローカルスイッチがオンの時と。こんな感じかな。いいでしょう。で鍵も減らさなくていいですね。ここまでテストしてみましょうかね。買い物しちゃうとぬいぐるみ欲しいなって言わないわ。これちょっと後で追加しておきましょう。さて、またお昼寝を勧められる。チュートリアル動画でここまで詰める必要があるのか分かんないけど気になる。夜になって、これね皆さんに聞こえてるかどうか分かんないんですけど、すごい小さい音でなんかパーってね光の音がするんですよ。右に置いたキラキラが発してる音なんですけど、近くに行けば行くほど音量が上がるっていうね、これもバキン特有の 3D 音響っていうものがあるんですよ。なので後でちょっと右に行ったらね、おそらくこの音量が上がると思うんで聞いてみてください。かかってますね。では右に行ってみます。ほらちょっと大きくなったでしょ。ちょっと動画で聞こえてるか分かんないけど今確実に大きくなってます。はい、撮ったので音が消えましたと。
あ、来ましたね。あ、通れるじゃん。意外と普通に通れる。さすがデフォルト素材。いいですね。で、おっとなんか宙を浮いてるぞ。なんで宙を浮いてるんだ。理解しました。このスタート地点のこのミオちゃんがこの自由落下するかどうかのこのボタンがオフになってましたね。これをしておかないとキャラクターが重力で下に落ちないので、常にこの同じ高さを滑ってたんですね。さっきから同じ高さだから全然気づきませんでしたけど、あそこで初めてちょっと下りになってたんで、ダンジョンがここね下りになってたんで、そのままスーッと同じ高さで浮いていたと。これもね馬琴あるあるですね。結構ねこのいろんな各イベントとかもこのマークくせ者なんで気をつけてください。先ほどの続きかな。ここで欲しいなっていうのをどっちも用意しておくと。 OK。 どっちにも用意するんだったら一番下でいいじゃんね。はい。そしてママが、お昼寝を必要に迫ってくるので、ベッドで休んだ後はパパのお迎えよろしくねにすると。 OK でしょう。最後のねイベントを作っていこうと思います。先頭ですね。パパと魔物を置くんですけど、パパが右を向かせて、そしてこちらにラビットを向かせるんですけど、こいつ右しか向かないのか。モンスターだからか。なるほど。じゃあパパには左を向いてもらいましょうか。左を向いてもらって、君たちはちょっと入れ替えてもらって、こんな感じですかね。はい、これで食べられてる感じにしてもらって、そして、この辺りに強制イベントをね発生する見えないイベントを作りましょう。プレイヤーから接触した時にして、これはオフにして拡張して、こんな感じですね。全然考えてないんだけどサクッと戦闘に入りたいので、とりあえずプレイヤーを歩かせましょう。座標指定で歩かせる。これにしましょう。プレイヤーの座標を指定して歩かせるにして、ここにしましょう。保管とかもあるんだ。初めて見た。加速から減速とかにしてみますか。移動にかける時間2秒ぐらいかな。これ2秒ぐらいかけて歩いて、パパがわかんない。パパどれこういうことになるから、名前は付けた方がいいですよね。パパでパパにして感情マークでびっくりってやって、こんなところに行っていってバトルを始めて、追加でうさぎ、なるほどね。敵にしないとあそこに出ないんだ。じゃあデータベースのキャストでこれ最初なしに戻したんだけど、これ多分両方が敵じゃないとあそこに出ないんだな。じゃあ敵にしてここで追加で出ましたね。うさぎを追加と。負けた時はとりあえず暗転して、でプレイヤー移動でセーブポイントの前に戻して、で全回復させて、で明るくすると。こんな感じ。じゃあ勝ったら助かったよって言わせて、ここまで動くかやってみましょうか。そしたらテストプレイをするのがめんどくさいので、ここら辺にスタート地点にしてやりますかね。こっち向かせてないですね。先頭になって、うわすごい、天井に登ってる。これ1とかこれ全然設定をしてないので先頭になりませんよと。なので、データベースのステータスをちょっとちゃんと設定しましょうかね。攻撃力が10、防御力を0にしたらどんな感じ。3か。まあヒットポイントは10ぐらいにしておきましょうか。仮にこれナイフ装備してたらどんぐらい強いんだろう。3だったのが15。強い。
ナイフの威力が30ですよね。まあワンパンで倒れても別にいいでしょうというわけで、ナイフを買ってないと結構大変ですよと。じゃあウサギの方はというと、攻撃をしてこないので、追加で通常攻撃。これで通常攻撃するんかな。全然当たんない。でも攻撃はするようになったな。ニオの防御力が10、ウサギの攻撃力が10。なるほど、相殺してるのか。じゃあ30ぐらいにしてみる。お、いいね。防御で4ってことはおそらく8ぐらい食らうのかな。いいんじゃないですか。じゃあ装備のナイフをなしにして、これでこっちの攻撃が3で向こうが9と強い強い。こんな感じで戦闘が行われますよと。じゃあ、ウサギはあれですね。何もしないもやっておきましょう。行動条件。ターン数0にするとターン数のしてなしとしては使われます。だからこれ0にしてどっちも0にしておけばいいのかな。そしたら 50% って感じ。様子見てる。攻撃してきた。まあいいんじゃないですかね。この先のイベントを作るので、ちょっとここにもね、入り口っぽいものを作っといて、で、勝った時にイベントの操作対象をウサギにして、ウサギを透明にして、0.5 かけて透明にして助かったよって言って言う時に、これまたパパに戻して、そしてでプレイヤーにパパまだみたいだよって言って、ここで一回暗くしてスイッチを援軍出現にして、で画面が明るくなったら、こうやってウサギの大群だって言って、スイッチがオンになったタイミングでウサギのイベントを置いておきたいですね。でこれがスイッチが援軍が出現した時にだけ出ると。これをコピー貼ると、こんな感じでいいんじゃないですかね。そして最初にパパをこっち向かせたかったんですね。イベントの向きでプレイヤーの方を向くと、ここで上ですね。パパを上を向かせると、みおちゃんに負けないんだからっつってラストバトルが始まると。ここで再びバトルが始まって、今度は3匹ですよと。で負けた時は、同じ感じにして、こういうのもね、本当はこういうのも全部まとめて顧問イベントとかでね、負けた時の処理みたいな感じで用意しておくと、もうここに顧問イベント1個置くだけで済むっていう感じですね。で勝ったらスイッチをオンにして、援軍を討伐にして、援軍を討伐をオンにしたタイミングでこいつらを消せるかをやってみましょう。ここで追加して並列で1回だけ実行にして、このイベント透明にするを 0.5 でかけて、完了するまでを待つをオフにしといて、シートの条件が、討伐がオンになったタイミングで消すと。でなんか順番に消えてほしいので、ここに制御のウェイト 0.1 秒ずつぐらい入れてみて、これでどうですか？強い。いいね。お、いいね。あれ ?2 匹だな。いや、すごい下にいる。イベントのウサギかと思ったら、あれ普通にモーさんのウサギだ。すげえ下にいるな。あれかな、高低差でいるのかな。倒しました。一応ね。今ちょっと若干ずれて消えてたね。
おおむね OK。 バトルをするフィールドを変えた方が良さそうですね。これでどんな感じだ。バトル用にして戦闘場所をバトル用にすると。で例えばこうすると、おお途端にそれっぽい。レンダリング変えないとね。これですごいな、これちゃんと台の上乗るんだな。なるほどね。こう自由に配置できるんだな。こんな感じでどうですか。面白いなこれ。あ、いいね。ちょっと眩しそうだけど。あ、負けた時のイベントも見なくちゃいけないね、一応ね。じゃあウサギの攻撃力を300ぐらいにして、負けたらちゃんと動くのかと。あ、いいですね。無限ループ入ってますよと。OK でしょう。戦闘終了後のイベントを作っていきますよと。自慢の娘だって言ってまたフェードアウトして、はい、こんな感じにしといて、ここで場所移動と。でスイッチで、パパと一緒に帰ると。で暗くして移動したら、ここで最後のイベントですね。これをコピーして、でイベントで帰るがオンになってたら、ここで画面の暗転を解きますよと。でここでママを初登場させて、親父にも喋らせて、ママがぬいぐるみをくれると。でここでみおちゃんが、これか、嬉しくないのって聞くのがこれにして、もううさぎはゴリゴリだよって言って終わると。感動のフィナーレですね。これでこれ暗転した後もメッセージって出るのかな。おしまいと。これで、あ、そうだ、ここでこれをね、変えたかったんですよ。これぬいぐるみをね持ってたんですよ、デフォルト素材で。でなんか羽みたいな耳つけたウサギみたいなぬいぐるみ持ってたんで、今回のチュートリアルの物語はこれベースでなんか考えようかなと思って、この物語にしてみましたという感じですね。でこれを追加して、これでどうでしょうか。あ、ちょっと待った、パパが出てね。パパがプロローグ、違う、ここで書いた時に、出現してないといけないんですけど、よし、これでいいな。じゃあ、最後に、ここで、ゲームオーバーにしてタイトルに戻すをやってればこれで終わりですかね。これで多分完成かな。書き出してみましょうか。私まだやったことないんですけど、公開作品出力、これか、出力成功しました。お、いいですね。ではこのねドットエグゼを起動してみましょう。おお、これ F4 でフルスクリーンになるかな。あ、なるわ。では初めから。お、いいですね。ちゃんと始まりました。すごい、登れるようになってる。あ、ここも登れる。なんかテストプレイの時よりもすごい登るな。100円ゲット、いいですね。で装備して、じゃあこれセーブしましょうか。鍵がかかっていて、鍵を見つけて、鍵開けて、で最新部のイベントですよと。いいね、クリティカル。
どの道ワンパンなんだけど。まあ実際にはね、この辺でサウンドを入れたりとかいろいろやる必要があると思うんですけど、まあ、今回はねそのあたりは設定なしでやってます。 OK。 すっごいパパだけ歩いてる。もうゴリゴリだよ。ちゃんと。無事できましたね。はい、今回ね、一般的な RPG を作る上でのバキンのチュートリアル動画っていうことで作ってみたんですけど、結構大変だったんですけど、私もねまだ全然触ったことがない機能とかも触ることができたし、いろんなね発見もあって、自分がね作っていく上でも結構ためになることが多かったなと思います。いろいろねすごいことをされてる方が X なんかを見るとたくさんいるんですけど、多分そういう方たちも自分の作ってるゲームで使う機能しか触ってなかったりするので、私も含めて知らない機能だらけなんじゃないかなと思います。おまけにまだまだ成長を残してますからね。というわけで今回は簡単な RPG を1本作ってバキンのチュートリアル初級編ということで動画を作ってみましたが、いかがだったでしょうか。少しでも役に立つ情報を伝えられていたら嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。